は誰だね？裁判長、クレオパトラです。このエジプトの女王は色恋沙汰で2人の優れたローマ軍人を破滅させ、共和制を崩壊させました。裁判長、こちらこそがクレオパトラです。歴史上で最も権力のあった女性の一人であり、その統治は約22年間エジプトに安定と繁栄をもたらしました。なぜ彼女の容姿すら定かではないのか？クレオパトラに関する芸術作品や描写のほとんどは彼女に関する記述と同様にクレオパトラの死後紀元前1世紀に登場したものです。分かっているのは何だ？クレオパトラ7世はプトレマイオス朝最後の女王で、アレクサンドロス大王による征服後エジプトを統治したギリシャ系マケドニアの出身です。兄弟婚をした弟とアレキサンドリアで共同統治を行いましたが、その弟が最後には彼女を国外に追放します。これはローマとどう関係するの？エジプトは長い間ローマの属国で、クレオパトラの父は共和制ローマに資金面で大きな借りがありました。ローマの内戦でカエサルに敗北したポンペイウスがエジプトの保護を求めてきましたが、逆にクレオパトラの弟によって処刑されました。喜んだに違いない。カエサルは処刑を不当だとみなし、エジプトに借金の返済を要求しました。エジプトの併合も可能でしたが、クレオパトラは自分を大いに服位させるようカエサルを説得したのです。彼女はとても説得に長けていたとか。当然です。クレオパトラは魅力的な女性でしたから、21歳で軍を指揮し、数カ国語を操り、都会にある世界最高の図書館で当時の偉大な学者たちと共に教育を受けたのですから。クレオパトラはエジプトで彼の足止めを。カエサルは単に遊んでいたわけではありません。エジプトの文化や知識に魅了され、滞在中に多くのことを学びました。ローマに戻ると小弓を刷新し、国勢調査の実施を命じ、公立図書館の計画を立て、多くの新しい社会基盤のプロジェクトを提案しました。まさに全てが野心的で、それがゆえに暗殺されたのです。風変わりなローマ政治は女王のせいではありません。彼女の職務はエジプトを統治することであり、それは成功していたのです。経済を安定させ、巨大な官僚機構をうまく管理し、聖職者や役人による汚職を抑制しました。干ばつに襲われた時は穀物蔵を民間に開放し、税金恩赦を実行しました。それによってエジプトはクレオパトラ政権の間、ずっと暴動もなく安定した独立国家として保たれていました。どこで間違いが？カエサルの死後もローマの政治に干渉し続けたのです。本当のところはローマ側から援助の要請があったのです。カエサルの仇を討とうとするオクタビアヌスとアントニウスを少なくとも息子のことを考えれば支援するより他なかったのです。支援といってもアントニウスにはまたしても色仕掛けでしたがね。カエサルやアントニウスが犯した数えきれないほどの不倫行為をなぜ誰も責めないのか、なぜ彼女の方がたぶらかしたと決めつけるのか、なぜ権力のある女性に限って性的なことで評価を下されるのか。クレオパトラとアントニウスは目に余る振る舞いをした。くだらない祭事を行い、金であしらわれた玉座に座り、神のように着飾り、共和制ローマの人々の怒りを買いました。それはオクタビアヌスの手。とはいうものの、オクタビアヌスはアントニウスを討ち、エジプトを併合して自ら皇帝の座に就いたではありませんか。ローマはクレオパトラ自身ではなく、権力を持つ女性への恐れによって共和制は崩壊したのです。皮肉なものだな。クレオパトラの物語は主にローマ人の政敵たちの言い分が語り継がれ、後世の作家が噂やイメージを加えることで膨らんでいったのです。彼女の人生や統治に関する完全な真実は決して知ることができないでしょう。しかし歴史を裁判にかけることで事実なのか噂なのか区別できるのです。エジプトの神話に興味がありますか？死者に関するエジプトの本を紹介するこのビデオであの世を旅してください。チャンネル登録して好奇心に刺激を与え続けましょう。